まあ、ちょっと茶系の色がしてますかね。今日はまたストールの方染めてみたいと思いますので、染液をこちらに移してで染めていきたいと思いますので、こちらでちょっとすくいますね。で多く取れた場合は染液また別のものを染めるのに使えますので、取っておいていただいて、よいしょ。よいしょ。こんな感じで入れました。で、火をつけますね。私は重曹をちょっと入れたいと思います。今日はね。普通に山菜とかのアク抜きに使いますよね。うん。ちょっとアルカリ性っていうのかな。まあちょっと若干本当にスプーンに1杯ぐらいをサラサラサラっと入れます。これね、どっちでもいいんですよ。入れても入れなくても。ただちょっと入れてみる方が色のね出具合をちょっと見ていただきたいなと思って入れてみました。で、よくなじませます。ちょっとこう混ぜてる間に色味が変化してきています。わかります？若干なんか赤みが増してきたような気がしません？ねえ、もう火は弱火です。もう弱火でゆっくり。香りもね変わらず、もういい香りがしてます。ここに布を入れたいと思います。たらまたこちらのねシルクガーゼ、こちらのストールを染めていきたいと思います。同じようにこうお湯で糊を取ります。はい、十分こう水を含ませて、あんまりぎゅっと絞らず緩く乗ってで染液に入れていきます。これで弱火でゆっくり20分ぐらい様子見ます。できるだけこうゆらゆら布がね泳いでる方がまんべんなく染液染めが入りますので揺らしていただいて、ただ火はもう本当に弱火でゆっくりしてますので、多少はちょっとねこう様子見ながらも他のことされてもいいと思います。ただこう香りがいいのでついここで離れたくない。ね、本当なんかね言われたように香水、女性が大好きな香水の香りね、染めの染液の中に布を入れて20分経ちました。ちょっとこのね一旦火を止めてちょっと時間を30分ほど置きます。まあこれも自由なんですけど30分から1時間ぐらい置いて色の変化が染液の中で私が経験上はそんな変化がありますので、一回ちょっとここで鍋の中に入れたままちょっと様子見たいと思いますんで、一旦ちょっと置きます。火は止めますね。先ほど採取したこのゲットのこれってもう沖縄とかではムーチとかってお団子とかお餅を蒸す時に使ったりお皿に使ったりとかいろいろ、あと繊維を糸にしてそれで折ったりとか、そんなのにも使われてるんですけど、でこの葉っぱを先ほどはお茶にしましたよね。さ
さっきカットしたのってこんな状態ですけど、1日経つとねこうやってくるくるって丸くなるんです。可愛いですよね。丸くなって、これで乾燥するまで天日に干していただいて、で完全に乾燥したら保存ができますのでね、これもちょっとお伝えしたくて、こんなのがほらこんなねかわいい。これがね去年の花の種です。月桃の花すごいね、蘭みたいに豪華な、なんていうかな、美しい花なんですけど、香りも素晴らしいんですけど、花の終わった後にこんな種ができます。でこの種もねもちろん巻いて、これを巻いて私も大きくなったんですけど、この種のね、よいしょ、この種の中に、種というかね、この一つのこの塊の中にいっぱい種がぎっしり入ってるんですけど、これをねお茶としても今販売してます。で種ももちろん食べられますので、こうやってコリコリって食べたり、これはなんか脳の消化体にいいそうです。お味はどうなんですか？行ってから食べた方が美味しいかもしれないですね。今ちょっとねそのまま食べてみましたけど、ちょっと行ってから食べると、でもね1日多くても2粒とか3粒ないと頭がすごく活性化されるんですかね。わかんないんですけど、あんまりたくさん取らないで、もう1日1個とか2個で十分ですってことは薬草学のね先生がおっしゃってました。でこれはね4年前の夏至の日に作った月桃の花のティンクチャー、チンキなんですけど、花だけのティンクチャーなんですけどね、花からこう抽出したものを半年、3ヶ月から半年ぐらい経ったらこう色が出だしたら中の花は取ってます。ちょっとティンクチャー飲んでみましょうか。ティンクチャーというのはチンキのことですね。またね一緒に作り方もしたいんですけど、焼酎35度ぐらいのちょっと濃度の濃い焼酎につけただけです。でそれをチンキって言ったりするんですけど、これをねなんだろう、精製水とかいろいろこう化粧水みたいにこう、薄くして化粧水にしたりとか、あとチンキは例えばやけどとかその傷口を癒したりとか、あとちょっと飲んだりとかして体がね元気がない時とかにちょっと水で薄めたりして、お湯でもいいですけどね、ちょっと飲んでます。甘い、甘くて香りもちゃんと残ってる。やっぱり月桃の時期って夏じゃないですか。今から夏に向かう季節だから、どっちかというと土曜が明けて夏に向かう体を作る時に急に暑くなったりしますよね。それでちょっとほてりを抑えたりとか、すみません私の感覚ですけどとか、ちょっと疲れをちょっと急な暑さに対応できなかった体をちょっと休めたり癒す感じですよね。なんかそんな感じがします。多分なんか炭酸で割っても美味しいと思う。美味しい。こんなのもちょっと作ったりできますので、いろいろね。はい。
ちょっと1時間ぐらい寝かしてみました。っていうのは先ほど重曹を入れましたよね。あれがじわーっとこう染液の方に、影響っていうかな、染液と布の方に影響してきますので、それで色の変化をねちょっと見ていただきたいなと思って、そのまま置いてたんですけど、ちょっと今どんな状態か見ますね。こんな感じ。若干こう最初は黄色み系かなっていうのからちょっとピンクが出てきたの分かりますかね。わかります。わかりますね。はい。これで焙煎の方に入っていきたいと思います。そしたらこれもう熱くないので、よいしょ。で今回ちょっとピンクの方をよりこうなんか女性らしくっていうか女性性ですかね、優しい感じに持っていきたいので椿のアクを使いたいと思います。もう普通にこう水を張ります。今日ストールが1枚ですので、このぐらいかな。で椿のアクをキャップに1杯入れます。このぐらいですね。でよくなじませます。ここに先ほどのこのね生地を入れます。よく揉み込みますね。可愛いでしょ。ね。可愛いんですね。ね。これからまたどんどん変わりますので、一旦この状態でなじませて20分置きます。こんな状態ですね。はい。そしたら今20分経ちました。でこんな感じで焙煎したのを染液に戻します。優しく絞ってね。何とも言えない。かわいい。戻しました。そして火をつけてもうここから弱火です。弱火でゆっくり定着させますね。ゆらゆらとこう待ちます。なんか染液が赤っぽくなってきましたね。これ。ね。時間のね経過とともにの変化、最初の段階でももちろんどれもいいんですけど、ちょっと待つことでこんな感じで赤みが上がってきてくれるので、月桃とかね、他のもあると思うんですけど、それもまたねお楽しみというかね嬉しいですよね。ちょうど20分経ちましたので今火を消します。はい。で水ですすぎますね。軽く絞りました。若干脱水かけて干します。そしたら、今染め上がった月桃染めを干します。こんな感じに染め上がりました。なんか優しいピンクでちょっと桜染めを思い出しますね。
めっちゃピンクですね。めっちゃピンクで、もう優しいこのね、何とも言えないピンクになりました。香りもすごいですよ。うん。またね、こう干してるうちに時間の経過とともに色が変化してきます。で、薄くなるっていうよりも濃くなることもありますので、やっぱりそこの中でこう発酵とかね、金ちゃんたちがいろいろ働いてとかいろいろあるんでしょうね。はい、こんな形に染まりました。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。